こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画はストックホルムからヘルシンキに船で向かった時の様子を紹介します。今回利用したのがタリンクシリアラインなんですけれども、そのチケットの取り方とあと船内の様子なども紹介していきますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速タリンクシリアラインの公式サイトから画面共有しながらチケットの取り方を紹介していきます。まずですね、今回これ日本語表記になってるんですけれども、まだね英語の表記になっている場合はこの地球儀マークのところをクリックしてみてください。そうするとですね、言語が選べますので、ここから日本語という風になってますので、ここをクリックします。そうすると全てが日本語表記になりますので、予約もねかなりやりやすくなりますよ。結構ね翻訳が丁寧になっているので、初めての方でも分かりやすいと思います。でまずここのご旅行とか船内とかね、こういうところにカーソルを合わせると全てねこういう風に出てきます。まずこのチケットの取り方を紹介する前に気をつけてほしいことがありまして、このねキャンセル、チケットを取った後のキャンセルのことですね、こちらの方をまず確認してから進められることをお勧めします。私はですね2019年の8月に初めてこちらの船の予約をしました。その後皆様ご存知のようにパンデミックが起こってですね、こちらの船旅を利用することができなかったんですよ。でその間ですね、このチケットを結論から言うと全額払い戻しをしていただきました。それもねメールのやり取りで丁寧に対応していただいたんですけれども、その後コロナがあったからかと思うんですけれども、このキャンセル規定がだいぶね改定されて分かりやすくなりました。私が予約した時は1回予約したらキャンセルできないという規定だったんですけれども、今ですね見直したらですねこんな感じで日程の変更とかキャンセルがいつまでできるということを詳しく書かれていますので、この辺をですね予約される前に必ず確認をされることをお勧めします。私は今回の旅行ではこれを追加して予約をしております。はい、それでは早速チケットの取り方紹介していきますね。まずこのご旅行というところ、ヘルシンキストックホルムというところをクリックします。そうするとこのねヘルシンキまたはストックホルムへの旅、どちらか出発港になるんですけれども、チケットを予約しましょうということで、この船の船内の様子など紹介されています。でここでですねキャビンのタイプを知っておくといいかと思います。まずいい部屋から紹介されていますので、ちょっといろんなシーンに合わせて泊まるキャビンを決められるといいかと思います。でこれもですねシンフォニー号のキャビンとか船によってちょっとねタイプが変わりますので、こんな風にね変わってきますよ。これがムーミンの部屋になりますね。こんな感じで見てるだけでも結構ね楽しいですけれどもね。で実際にストックホルムから、予約した方法を紹介します。こちらの予約をクリックしていきます。そうするとですねこんな感じの画面になってくるんですけれども、今回はストックホルムからヘルシンキに向かうので、ここをヘルシンキにして変えていきます。ストックホルム出発地、ヘルシンキ到着地という風になります。そして片道往復のところを見ていきます。でこんな感じで価格が変わっていきますので、例えばじゃあ月曜日は4時45分、だいたいですね船の時間はこの時間に決まってますね。でこの時間に行きます。で到着は朝の10時半ですよという風になっております。でヘルシンキとストックホルムの間には時差が1時間ありますのでお気をつけください。そうしたらですね片道なので今回はこのまま下に下がっていきます。で最初にカレンダーに表示されている価格は一番安い価格になっています。一番安い価格のキャビンはエコノミー C 内側という風になります。これは窓なしタイプの部屋になってます。だいたいですねこういう部屋は船底にある場合が多くって結構振動がきます。だけれども、価格を抑えたい方にはおすすめです。人数がですね1から4名っていうふうに書いてあります。これはですね共用ルームではなくって1人でこの部屋を借りることができるという意味になってます。でもこの設備がベッド、シャワー、ヘアドライヤーとか簡単な設備がですね全てついてますので、この価格で
泊まれるならば意外とリーズナブルかなっていうふうに思います。こういうふうにこのプラスの部分をクリックすると部屋がどんな風になってるのかなっていうふうに見ることができますよ。でこの上になってるのがベッドになってますので最大4名泊まることができます。このスタンダードプロムナードビューっていう風にあります。こちらはですね海側ではなくて内側になって結構賑やかな、お買い物されるところとかが見える上から見える客室になってます。そしてスタンダード A 海側という風にあります。これはオーシャンビュータイプで窓がある部屋になっています。設備的にはですね客室設備はほとんど変わらないですね。で今回私が、泊まった部屋はこのムーミンファミリー海側という部屋になります。1から3名の客室になってます。こんな感じのお部屋ですね。で私は1人だったのでこのベッドは畳まれてたのでもうちょっと広い感じのお部屋になってました。そうするとここに合計金額で表示されます。そしたらさらに下の方に下がっていきます。でホームページで掲載されたこのコモドールバルコニーキャビンっていう部屋がありますね。これマリメッコのお部屋になってましたね。船旅はですね結構この船内で過ごす時間が長いので結構こういうお部屋に泊まってゆったりと大切な方と一緒に過ごす時間にされてもいいかと思います。でもっともっと、下に下がっていくと、変更とかキャンセル必要になった場合の保険、先ほど説明したものですね、こちらをクリックして保険を5ユーロかけておくことをお勧めします。船内マネーは特に必要ないかなっていうふうに思っております。そして事前予約で利用料金が 10% お得になりますっていうこの朝食ビュッフェとかですね、こちらを加えていきました。北欧はレストランでもちょっと食べるとお高いので朝食しっかりここで食べておくっていうのもいいかなというふうに思います。グランデビュッフェですね、これは夕食のビュッフェになります。これを見るとね結構高いなっていうふうに思うかと思うんですけれども、私はねこれ高かったんですけど実際に入れといてよかったなって思います。なんでかっていうとですね、外食1回すると大体この価格になります。なんですけれどもこのビュッフェはですね飲み物とかもついてます。アルコールもフリードリンクになってますので、ここはね美味しいものいただけますのでぜひ追加されることをお勧めします。であと時間もですねこの4時45分の出港の時間に合わせたものと出港から少し時間が経ったもの7時半というのがあります。これはですね私は今回は19時半にしました。なんでかっていうとまず出港の瞬間を見たいっていうのと、あと夕暮れ時ですね、夕暮れ時も見たいなっていうのがあったのでこの時間にセッティングをしました。実際この時間で正解だったですね。であとこの下の方にあるこのアラカルトレストランテーブル席のみ予約というのがあります。レストランがですね船の中にもありますので、この時に予約をしておくとだいたい当日ですね予約直で行くと予約でいっぱいっていうことがありますので、心配な方はここで予約をされておくことをお勧めします。ただこれは予約席だけなので実際にはレストランに行って好きなものを注文するというような感じになっております。あとこの下の方目的地の観光サービス、私はこれはですね利用しなかったんですけれども、こんな感じでストックホルムのシティターミナルから船でこの船乗り場まで来ることができますよというようなチケットになっています。あとこう見ていくといろいろありますけれども、この辺も特には必要ないかなと思います。でこのヘルシンキカードっていうのは観光名所が全てですねセットになってるっていうのがあるんですけれども、こういうのを買ってしまうとですね結構行かなきゃっていうふうに縛られてしまうので私はあんまりおすすめしないですね。実際にはですねヘルシンキでは交通系のアプリをダウンロードして好きな時に使うことができるので、こういうのは買わなくていいかなっていうふうに思っております。初めての方はですねちょっと買いたいなって思っちゃうかもしれないんですけど、金額がですね結構お高い77ユーロになっております。ご家族などで利用される場合はこれ人数分になってきますので、このあたりはですね交通系のアプリを利用するなどして節約することもできますし、水上バスも全てね乗ることができますので、ぜひ今後の動画の方も参考にしていただけたらと思います。ということで今回は、選択こちらはですねしていませんので、価格が262ユーロ50セントというふうになります。この後予約というのをクリックしますとお名前とか入力する場面が出てきます。
でこのクラブワン会員に入会というふうにあります。これは私も実際入ってるんですけれども、船を利用するとポイントが貯まっていきますので、そのポイントを貯めて次の旅行に使うことができますので、これは入っておくといいかなっていうふうに思います。なんでかっていうとですね、この後動画またね紹介するんですけれども、ヘルシンキからタリンの日帰り旅行とかも利用してるんですよね。その時にねポイントが利用することできるんですよ。でクラブワンに入会するメリットというのもあります。ポイントを貯めてポイント還元とかパートナー特典とか限定セール、こういうのもねありますので、ぜひご検討してみてください。でもう一つですね、おすすめなのが往復クルーズ、ストックホルム、ヘルシンキ、ストックホルムとか、もちろんこの逆もあるんですけれども、こういうふうにですね、夕方4時45分に出港して朝10時半に現地に到着します。到着して6時間半、ここでちょっと楽しんでからさらにまた船に乗って戻ってくるということができるんですよ。これすごいお得じゃないですか。なので最初私はですねこれを予約をしておりました。その時は、このヘルシンキからストックホルムというコースで予約をしておりました。もう何がいいかっていうと5時から10時なので、ここでまず1泊の、宿泊代が浮きますね。でさらにここのストックホルムからヘルシンキに戻ってくる時も1泊の、宿泊代が浮きます。なので2泊分の宿泊代がこの133ユーロに含まれているということになるんですよ。そう考えるとホテルに泊まってっていうふうに思うよりはだいぶお安いっていう感じにはなりますね。ただですねやっぱり、船なので、振動もあるし波の音もあるし、ちょっと、眠りが浅くなる傾向にはありますので、体調管理にはお気をつけください。はい、こんなの余談なんですけれども、こういうのもありますので、ぜひご検討いただけたらと思います。あとはヘルシンキからタリンとかね、この5時間クルーズとか日帰り往復とかそういうのもありますので、そんなところでチケットの取り方の紹介になりました。今回はストックホルムからヘルシンキまでタリンクシリアラインを利用したんですけれども、ストックホルムの中央駅から船乗り場まで結構時間がかかりましたので、この行き方を簡単に説明したいと思います。ストックホルムの中央駅からレッドラインに乗って、このガルデットって読むんでしょうか、こちらの駅に到着します。そこからですね歩いて港の方に向かうんですけれども、そこからの距離が結構長かったので写真で少しずつ紹介していますので、こちらの画像よかったら参考にしてみてください。行き先看板がありますので、その通りに歩いていけば特に迷うことはなかったです。でこの橋の入り口のところに来たんですけれども、ここからの距離もだいぶ長かったです。ここから見えるオレンジの船があるんですけれども、その船かなと思ったらまたさらに奥の船でした。ストックホルム中央駅から時間だいたい計算すると40分ぐらいかかりました。最寄り駅からは歩いてもだいたい30分ぐらいここからかかりましたので、結構時間余裕持って行動されるといいかなと思います。船の出港時間は4時45分なんですけれども、チェックインが閉まるのが4時15分だったので結構ねギリギリになりました。チケットも QR をスマホから読み込んで出すだけなので、自分でセルフチェックインができます。このチケットに朝食のチケットだったりとか Wi-Fi のパスワードが記載されてます。それではここから船内の様子など紹介していきますので、続きの動画もご覧になってください。せっかくなのでルームツアーをしたいと思います。開けた途端テンション上がりまくりです。かわいいムーミンのお部屋を予約しました。一人でねこの部屋使うのはねちょっと贅沢なんですけれども、例えば3人とか4人とかでシェアするとだいぶねお安く泊まることができるかなと思います。このムーミンのステッカーが壁にねたくさん貼られててすっごい可愛かったです。ムーミンの部屋は人気があるので結構ね埋まってしまうことが多いので、早めに予約するのがおすすめです。私も結構早めに予約はしたんですけど、直前に見たらねもう部屋は埋まってました。
大人でも楽しめるから、きっとねお子さん連れだともっとねテンション上がっちゃいますよね。扉閉めるとムーミンママがいるんですよ。かわいいな。あとはねニョロニョロもいましたよ。で他のベッドはこういう風に畳まれてるので、人数が増えた時に広げて使えるような感じになってました。あとはね簡易デスクがあったりとか、テレビがついてて、ここねシャワールームになります。比較的ね狭いですけどね、このぐらいでもついてたら十分ですよね。トイレの便座が上がってたのでちょっとねびっくりしましたけどね、綺麗にしてくださってる証拠ですよね。シャワーはお湯の出を心配したんですけど、そんなにね気になるようなこともなくって、普通に使うことができました。でよくホテルとかに置いてあるアメニティとかはほとんどねなかったんですけれども、あと設備もね若干ね古い感じはあったんですけど、それでもね十分かなと思います。He had a lot of endorsements. What's the story here? My husband purchased this with some other snowmobile gear in Salt Lake and said, "This will fit you." So I started wearing it. Okay. で客室のルームツアーしてたらいつの間にか船がね出港してました。で船が出港したところで看板まで上がってきました。予定時間は45分だったんですけど、それより前に出港してましたね。船のキャビンを選ぶときに一番迷ったのが窓がついてるかどうかなんですけど、やっぱりねある方が開放感があっていいですよね。もうね長い旅だったんですけど、やっとヘルシンキに行けるってことでね、ちょっとねワクワクしてるところです。ストックホルムは比較的滞在時間は短かったんですけど、結構ね観光も楽しめたので十分だったかなって思います。でこの後部屋に戻って少しゆっくりしてから夕食のビュッフェをいただきました。ビュッフェを申し込むとき最初は高いかなって思ったんですけど、実際外食してるとビュッフェ申し込んじゃった方が安かったのでちょうど良かったです。ビールもいただいたし、ご飯も美味しかったです。予約するときにビュッフェが高いなと思って調べていたのがこの船内の食事なんですけれども、意外と実際はですね軽食なども扱ってたりとかレストランもあったので、選択肢はね結構あるかなっていうふうに思います。でだんだん日が暮れてるのが窓から見えたので、また看板に上がってきました。ほとんど誰もいない状態だったんですけど、夕暮れ時すごくね綺麗でした。この時夜の9時なんですけれども、まだ明るいですよね。実はディナーのビュッフェの時間は16時半と19時半って2回に分かれていて、どっちにするか迷ったんですよね。16時半にすると出港の時の瞬間が見れないなって思って、今回は19時半の方で申し込みました。それでもこの5月だとこの日没の時間がまだ見れたのでちょうど良かったかなって思います。せっかくなのでフェリーの中もちょっと散策しようかなと思って見に来ました。サウナとかもあったので気になってたんですけど、結局今回は利用することなかったです。ここはブティックが並んだりレストランが並んでるところですね。エスカレーターで降りていきます。こういう船に乗るのは初めてなんですけれども、実はコロナの前から船旅ってちょっとね興味があって実際探していたんですよね。で初めて乗って今回ちょっとね本当にびっくりしました。船の中にいるっていう感覚がなくって、デパートの中にいるような感覚なんですよ。でお店もあったりレストランもあったりして、船にいることを忘れるぐらいもうなんか普通のお店みたいな感じでした。でここねマリメッコショップがあったりとか、あと船の中でしか買えないオリジナル商品とかもあるみたいです。マリメッコのねアウトレットはヘルシンキで行く予定があったので、ちょっとねここでも我慢したんですけど、金額のねサーチだけはしておきました。
この船の中で買う場合はもう免税になってるので、そのまま使うことができるんですよね。それが一番得点じゃないかなと思います。後から動画編集しながら見てるんですけど、実際ねこの船の方が安いものもありました。今回マリメッコの靴下はアウトレットで結構お買い物してきたんですけど、ここでね買えばよかったな。結構カラフルなのがたくさんあって可愛かったですよ。そうそう、もう一つね見つけたんですよ。アラビアのキッチンクロス。日本ではね見たことないんですけど、ここではね売ってましたね。あと夜はね無料のショーがやってたので、それもね楽しんできました。ここまで来るのがすごくね長い旅だったので、久しぶりに船の中でゆっくりのんびり過ごすことができました。で朝食もビュッフェを注文しました。実はヘルシンキとストックホルムは1時間の時差があるので気をつけないといけないですよね。早めに下船の準備もして看板に出て、もうね対岸にヘルシンキがね見えてるんですよね。このバイキングラインっていうのがちょっとねタリンクシリアラインより安い船になってます。中はねどういう風になってるのかわからないんですけど、同じ航路でストックホルムにも向かう船になります。遠くにヘルシンキ大聖堂が見えてきましたよ。船で1泊過ごして朝の10時半ヘルシンキに到着しました。でここからはトラムに乗って、あと電車も乗り継いで楽しみにしてた今日の滞在先に向かいます。ということで今回の動画はここまでになります。船旅の様子はいかがだったでしょうか。参考になれば嬉しいです。次回はいよいよ4カ国目フィンランドヘルシンキの様子を紹介していきます。最初の動画は楽しみにしていたマリメッコホテルを紹介しますので、よかったら次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。